16世紀ヨーロッパ、宗教改革の嵐が各国の王権と教会権力を揺さぶる中、イングランド国王ヘンリー8世は6人の妻を迎えるという異例の婚姻歴を刻んでいきました。そのうちの一人、アン・オブ・クレーブズは、わずか半年足らずで王妃の座を退いた女性として歴史に名を残します。だがこの短命な王妃の陰には、イングランドと神聖ローマ帝国、そして宗教改革の力学が錯綜していました。アンの結婚と離婚は単なる個人的悲劇ではなく、当時の外交戦略、王権の脆弱性、そして女性の身分の在り方を鋭く照らし出す出来事でもあります。なぜ彼女は選ばれ、そしてなぜ排除されたのか。そして、その後もイングランド王室に泊まることができたのはなぜか。16世紀のヨーロッパ政治と王権の構造を深く読み解いていきます。今後も人物史を通じて歴史の真相に迫る試みを継続するため、チャンネル登録と高評価によるご支援を賜れますと幸いです。第1章、クレーブズ家の姫君として生まれて、アン・オブ・クレーブズは1515年9月22日、神聖ローマ帝国内の商領法、ユリヒ・クレーブズベルク公国の宮廷に生を受けた。父ヨハン3世は平和公と称され、ルター派にも寛容な姿勢を見せる穏健な統治者であったが、その背後には帝国内の宗教的対立と綱引きが複雑に存在していた。アンは長女として、宮廷儀礼と敬虔なプロテスタント的教養の中で育ち、カビよりも規律を重んじる生活が彼女の人格を形作っていく。この時代、神聖ローマ帝国は多くの諸侯が実質的な独立状態にあり、ハクスブルク家のカール5世は帝国の名のもとに各地の統一を図ろうとしていた。クレーブズ公家はその支配下には完全には屈しておらず、宗教的独自性と外交的自立性を模索していた。アンの誕生は、こうした政治的選択の未来を担う外交の駒としての可能性を早くから帯びていたとも言える。外交的文脈においては、クレーブズ公国はフランスとも接触を持ちながら、ハクスブルクの圧力に抗する同盟関係を築こうとする姿勢を見せていた。1520年代から30年代にかけては、ルター派とカトリックの対立が深刻化し、特にシュマルカルデン同盟が結成されるなど、ドイツ諸侯は宗教問題を外交カードとして使い始めていた。アンの家系も例外ではなく、彼女の兄ヴィルヘルム5世は積極的にプロテスタント的改革を進めており、イングランド王国との連携は戦略的価値を持ち始めていた。宮廷社会の反応に目を向けると、アンは当時のドイツ貴族女性としては標準的な教育を受けており、音楽やラテン語といった宮廷的洗練よりも、読書や宗教的規律を重んじる教育を優先されていた。このことが後にヘンリー8世の失望につながるが、当時のクレーブズ家ではむしろ敬意を集める資質であり、特にプロテスタント的経験さは宗教的対立が激化する中で、王侯の間で重視されていた側面でもあった。制度的に見れば、クレーブズ家は当時の神聖ローマ帝国内では比較的強固な封建的か不調制度のもとにあり、王女たちは外交的資産として扱われる傾向が強かった。アン自身も姉妹と共に、早くからどの国と同盟するかによって縁談の行方が変わる環境に置かれていた。彼女の結婚は、家の威信だけでなく、宗教改革後のヨーロッパ秩序そのものに関わる選択となっていたのである。当時の証言では、アンは非常に控えめで、家庭的な性格を持ち、宮廷内では従順な態度で知られていた。一方で、その内に秘めた信仰の強さと意志の固さは、彼女が後に示す離婚への承諾という態度にも現れてくる。クレーブズ公国内では、アンは王室の誇りとして尊敬されていたが、彼女が国外へ嫁ぐことへの期待と不安は、貴族層の間でも複雑な感情を生んでいた。近年の資料解釈では、アンの幼少期や育成環境が再検討されつつあり、彼女が単に洗練されていなかったとされる評価は、16世紀イングランドの宮廷文化を基準にした一方的な見方であることが指摘されている。ドイツの宮廷文化ではむしろ理智と経験が女性の理想像であり、彼女の教養や姿勢は同時代の貴族層からは十分な評価を受けていたとされる。アン・オブ・クレーブズはこうして宗教的対立と外交的競争が交錯する神聖ローマ帝国のただ中で静かに育ちつつも、すでにヨーロッパ政治の軸に組み込まれていた。
そしてそれはイングランド王ヘンリー8世との政略結婚という形で急速に現実のものとなっていくことになる。第2章、ヘンリー8世との政略結婚とその舞台裏。1539年、イングランド王ヘンリー8世は4度目となる結婚相手を探していた。3番目の妃ジェーンシーモアが亡くなってから2年が経ち、後継者エドワード王子はまだ幼少で、王国の安定には新たな王妃の存在が必要とされていた。だがこの結婚には単なる個人的動機以上の地政学的な背景が横たわっていた。カトリック勢力の包囲網に対抗するため、ヘンリーは大陸のプロテスタント勢力と結ぶことを模索していたのである。この時外交上で浮上したのが神聖ローマ帝国内の中規模国家クレーブズ公国の王女案であった。クレーブズ家はカトリックとルター派の間で中立的な姿勢を取りつつ、帝国内のプロテスタント勢力と関係を築いており、シュマルカルデン同盟とも一定の距離を保っていた。そのためイングランドにとっては反ハプスブルクの中立同盟として理想的な位置づけだった。この婚姻交渉を主導したのがヘンリーの側近で宗教改革の推進者であったトマス・クロムウェルである。彼はカトリックと決別したイングランドが孤立を避けるためにはプロテスタント同盟国を持つべきだと考えており、アンとの縁談を政治的連携の要として捉えていた。クロムウェルは積極的に使節団を派遣し、アンの肖像画家ハンス・ホルバインに描かせてヘンリーに提示した。これが後に悲劇を招く肖像事件の発端となる。肖像画の印象に惹かれたヘンリーはアンとの結婚に踏み切る。しかし1540年1月1日にドーバーで初めて対面した時、ヘンリーは彼女を魅力的でないと感じ失望をあらわにした。資料によれば王は彼女の外見のみならず言語の違い、文化的所作、会話の機微といった点でイングランド的洗練に欠けると判断したという。だがその評価は政治的意図によって強調された可能性も否定できない。当時の宮廷内ではこの結婚をめぐって意見が割れていた。王に近しい一部の貴族たちはアンの養子や教養の欠如を嘆いたが、宗教改革を支持する勢力、特にクロムウェル派は彼女を改革派王妃として歓迎した。庶民やロンドン市民の反応は限定的であったが、異国の王妃への好奇心と警戒が入り混じっていた。特にカトリック寄りの民衆には彼女の宗教的立場が不安材料として受け止められていた節もある。制度的な観点ではこの結婚は明確に政略的なものだった。王権は当時国王大権のもとに婚姻を自由に決定できるとされており、議会の同意は必要とされなかった。しかしその政治的影響は議会や王宮の権力バランスに大きく波及した。クロムウェルの立場はこの結婚によって一時的に強化されたが、それはやがて逆転する。同時代の証言にはアンが丁寧で柔和な態度を崩さなかった様子が描かれており、英語が堪能ではなかったにもかかわらず王に対して最大限の礼を尽くしていたことが記録されている。一方、ヘンリーの側近たちは王の機嫌を伺い、アンへの悪印象を拡大させる方向に働いていた可能性もある。特に王妃との初夜における関係未成立という噂は彼女の立場を不安定にし、王の離婚の正当化材料とされた。近年の歴史研究ではこの結婚の失敗を単なる個人的不和ではなく、外交と宗教が交錯する王権の限界と捉える視点が強まっている。肖像画の問題についても、ホルバインが美化したという説に対して肖像自体は忠実であった可能性が再評価されており、むしろヘンリーの期待と現実の乖離、そして彼の気まぐれが主因だったとされる。つまり結婚の破綻はアンの失敗ではなく、政略結婚の構造的脆弱さを露呈した結果だったのである。このようにしてアン・オブ・クレーブズは王妃となるが、その座は不安定でもろく、わずか半年後には破綻の危機に直面することになる。だがその過程こそがイングランド王室と宗教改革後のヨーロッパ秩序の微妙な均衡を映し出している。第3章、離婚と王の妹への転身。1540年6月24日、アン・オブ・クレーブズはイングランド王妃として王の隣に立っていた。しかしそのわずか半月後、7月9日には婚姻の無効が正式に認められ、王妃の座から退くことになる。
この異例の経緯の裏には、個人的感情と国家的計算、そして制度と信仰が複雑に絡み合っていた。ヘンリー8世の気まぐれによる離婚劇に見えるこの出来事は、実はイングランドの王権構造と国際的孤立の危機を映し出す鏡でもあった。まず歴史的事実として、この離婚は正式には婚姻の無効として処理されている。国王と王妃の間に性的関係が成立していないこと、またアンが過去に他の人物との婚約があった可能性を理由に、カンタベリー大主教トマス・クランマーが無効を認定した。制度的に見ると、イングランドでは離婚そのものは困難であったが、無効は可能であり、ヘンリーはそれを繰り返し利用してきた。宗教改革以降、ローマ教皇の許可を必要としないこの手続きこそ、王権による教会支配の象徴でもあった。この決定の背景には、すでに王の関心が若く美貌の次女キャサリン・ハワードに移っていた事実がある。王はアンとの結婚を外交的失敗と捉えるとともに、個人的魅力を欠く存在とみなすようになっていた。周辺諸国との関係においては、クレーブズ公国との同盟がもはや必要ではなくなったこと、またシュマルカルデン同盟がヨーロッパ全体の勢力均衡において決定的ではないと判断されたことも大きい。国王にとって政略的価値が薄れた相手を排除することはためらう理由にならなかった。だが注目すべきはアンの対応である。彼女は離婚請求に対して一切抵抗せず、むしろ王の妹という新たな称号を受け入れ、イングランド国内に居住する道を選んだ。当時の世論は驚きをもってこれを迎えたが、王妃の地位を失ってなお厚遇を受けたアンに対して民衆の同情と関心が集まった。特にロンドン市民の間では、彼女の従順さと賢明さを称賛する声が記録に残っており、皇族の王妃たちとは異なる穏やかな脱退劇として記憶された。宮廷内部でもアンの態度は高く評価された。ヘンリー8世自身が離婚後も彼女を家族の一員として遇し、宮廷の祝賀行事や王女メアリーの行列にも参列を許すなど、形式的ながらも王室との結びつきを維持させた。この措置は単なる慰謝ではなく、離婚を円滑に進め、外交的反発を最小限に抑えるための戦略的配慮でもあった。王権構造に基づけば、王妃の身分から一転して王の妹となることは、従来の制度にはない異例の措置だった。だがこの新たな地位は、単に降格を意味するものではなく、王室と王妃との関係に新たなモデルを提示するものだった。アンは宮廷の外縁にいながら王家の一員としての名誉を保ち、領地、年金、宮殿の使用権などの恩恵を享受し続けた。関係者からは、アンの理性的態度に対する称賛と安堵の声が広がった。特にトマス・クロムウェルにとっては、王の怒りを買う危機をやや緩和する材料となったが、最終的に彼はこの婚姻失敗の責任を問われ、同年に処刑される運命をたどる。宮廷内ではアンの賢明さは王妃という地位に勝るとまで言われ、彼女はある意味で敗者にして勝者という稀有な評価を受ける存在となった。歴史学では再評価されつつあり、アンのこの選択は単なる服従ではなく、16世紀の女性に許された選択肢の中で、最大限の自己保存と政治的安定を図った戦略的適応と解釈されるようになっている。近年のフェミニズム歴史学では、彼女の沈黙と合意が弱さではなく、主体的決断であることを強調し、その後の生活ぶりや政治的位置づけが再注目されている。このようにして、アン・オブ・クレーブズはわずか半年の王妃生活を経て、イングランド宮廷の内部の外部者として新たな生を受けた。その静かなる変身は、婚姻制度の柔軟性と王権の現実主義、そして女性の生存戦略を歴史に刻み込むこととなった。第4章、王妃から傍観者へ、イングランド宮廷での余生。1540年に王の妹としての新たな身分を受け入れていこう。アン・オブ・クレーブズはイングランド国内にとどまり、政治の第一線からは退きながらも、宮廷と密接に関わる独特な立ち位置を保ち続けた。わずか半年の王妃期間に比べ、イングランド王室の終焉において過ごしたその後の17年は、彼女がいかにして危機を回避し、文化的政治的に生き延びたかを物語っている。アンには国王から年間3000ポンド以上の年金と、ケントのリッチモンド宮殿やベッチリー荘園など複数の邸宅が与えられた。
制度的にはこれは家父王妃と同等以上の待遇であり、法的には離婚後の女性としては極めて異例の厚遇であった。この措置は王の意向によるものであると同時に、外交的リスクを回避するための処置でもあった。クレーブズ公国に対して冷遇ではないというメッセージを発信し、イングランドの国際的信頼を保つ意図があったと考えられている。宮廷との関係において、アンは時折公式行事に招かれ、特にエリザベス王女、後のエリザベス一世との親交はよく記録に残っている。彼女が若きエリザベスに文化的な影響を与えた可能性も指摘されており、母国の宗教的穏健さや女性の節度と自立の姿勢は、王女の人格形成にも一定の影響を及ぼしたと考えられている。加えて、アンの元を訪れた貴族や帝臣の記録には、彼女が慈善活動や芸術保護に関心を示していたことも記されており、宮廷内で静かな敬意を集めていた様子がうかがえる。当時の世論は複雑だった。一方では王に従った賢明な女性として市民層の尊敬を受けていたが、他方では異国の血を引く元王妃として宗教的国民的な違和感を拭えない層も存在していた。特にメアリー女王、メアリー一世の治世下では、アンのプロテスタント的背景が再び問題視される可能性があったが、彼女は政治的発言を慎み、宗教問題にも距離を保ち続けた。こうした立ち位置の選択は、王室における生存戦略としては極めて理性的かつ先見的なものであった。外交文脈では、アンの存在そのものがイングランドと神聖ローマ帝国の干渉剤として機能していた側面がある。彼女の再婚話が国外で取り沙汰されたこともあったが、実現には至らず、王室はあくまで彼女を国内に置くべき存在として完備していた。諸外国の宮廷もこの状況を黙認し、アンの身柄はむしろ国王の信頼を受けた元妃として認識されていた。関係者の間では、アンはしばしば控えめで上品な婦人として語られ、敵対する者もほとんどいなかった。これは、彼女がいかなる政治的派閥にも加担せず、対立軸を生まなかったためである。特にエドワード6世の治世では、王政の混乱の中でさえ彼女の立場は揺るがず、王族の一員として名目的な地位を保ち続けた。これはイングランド宮廷の慣習に照らせば異例であり、制度の柔軟性と王室内の非血縁的包摂の一例とみなされることができる。近年の研究では、アンのこの時期の生き方が政治からの引退ではなく、政治的不可侵性の獲得であったと再評価されている。つまり、彼女はあえて発言を控えることで、自らを守り、宮廷における持続的な居場所を確保したのである。この戦略は、トマス・モアやアン・ブーリンといった積極的発言者たちの悲劇と対照的に、沈黙と適応による穏やかな権力の行使であった。アン・オブ・クレーブズはこうして、王妃という表舞台から退いた後も、王室の影に寄り添う存在として生き続けた。その沈黙は、無力ではなく選択であり、慎重な距離感によって成り立つ王室内の政治構造を体現していた。第5章、メアリー一世とエリザベス一世の時代における元王妃の肖像。アン・オブ・クレーブズがイングランド王妃の座を退いた1540年以降、彼女は名目上、王の妹として王室内にとどまったが、その後のイングランドの政変は一人の元王妃を試す長い時間でもあった。エドワード6世、メアリー一世、そしてエリザベス一世と3代にわたる治世を静かに見届けながら、アンは傍観者としてではなく、制度の外縁に生きる象徴的存在となっていった。メアリー一世が即位した1553年、カトリック復興政策が急速に進められる中、プロテスタント的背景を持つアンの立場は一見すれば不安定なものに見える。だが実際には、メアリーとアンの関係は意外にも安定していた。というのも、アンは離婚時からメアリーに対し一貫して友好的であり、政治的対立軸に立ったことは一度もなかった。また、メアリーがかつて王位継承から排除された困難な時期に、アンが一定の同情を示していたとされる逸話も、メアリーの記憶に残っていた可能性がある。制度的に言えば、アンは王妃でもなければ、王族の血筋でもなかったが、前王妃としての地位は曖昧ながらも制度外の名誉階級と化していた。宮廷における公式の席次では王女たちの下に置かれていたが、
祝賀行事や葬儀では前王妃としての特別な地位が与えられた。これはイングランドにおける制度の柔軟性と王権における非制度的正当性の一例とされ、後のアン王女やキャロライン王妃といった離婚無効婚の前例にも影響を与えたとされている。メアリー1世紀のカトリック的回帰に際し、アンがプロテスタントであることはほとんど公的に問題とされなかった。これは彼女が一貫して信仰を政治的に主張しなかった点、そして宮廷内で反体制的な行動を一切取らなかった点が大きい。民衆の間でも彼女は静かなる元妃として知られ、特に反乱や陰謀に加担したという風聞も一切存在しなかった。宗教改革の波が王室を揺るがす中で、アンは非戦的沈黙という形で自己を保った。1558年にメアリーが死去し、エリザベス一世が即位すると、アンの存在は再び王室内部で意味を持ち始める。若き女王エリザベスは、過去の女性王族たちの生き方から多くを学ぼうとしており、かつて自身の幼少期に親しく接してくれたアンに対し、一定の敬意を示していた。アンは女王の戴冠式にも参列し、元王妃としてではなく、王政への忠誠を貫いた賢婦人として扱われた。関係者の証言には、アンがエリザベスに対して母性的な視線を向けていたことが記録されている。エリザベスもまた、彼女に領地の維持を許し、年金を減らすような措置を一切取らなかった。こうしてアンは、制度の外にいながら、3代の王にわたって厚遇され続けた唯一の非血縁の王室女性となる。近年の歴史学では、アンのこの時期の存在が沈黙する女性ではなく、制度的にグレーゾーンに生きる女性のモデルとして評価されるようになっている。特にフェミニズム史観では、彼女の慎重な態度と政治的非介入を従属と見るのではなく、宮廷社会におけるサバイバル戦略として理解し直す動きがある。彼女は一切の政治的野心を示さず、王の寵愛も求めず、しかしその存在だけで王政の安定に寄与していた。このように、アン・オブ・クレーブズはメアリー一世とエリザベス一世の時代において、宮廷に漂う過去の記憶でありながら、決して過去にならない現在の安定として機能した。彼女の静かな存在は、絶えず変動する政治と宗教の中で、制度が包摂しきれなかった人物の一つの答えであった。第6章、晩年の死と記憶、静かなる余生の終焉。アン・オブ・クレーブズは1557年7月16日、イングランド南部にあるチェルシー・オールドマナーにて静かに世を去った。享年41、イングランドに嫁いでから17年、王妃であったのはわずか6ヶ月だったにもかかわらず、その死は王室にとって特別な意味を持ち、当時の宮廷社会と宗教的情勢に微妙な影を落とした。彼女の晩年は戦乱や陰謀と無縁でありながら、制度と記憶の中にしっかりと位置づけられた安定の象徴でもあった。最晩年のアンはベッチリーとリッチモンドにある邸宅を往復しながら静かに暮らしていた。日常は読書、詩集、礼拝、そして少数の信頼できる侍女や帝臣との交流に満ちていたという。制度的に見れば、王妃を退いた後も彼女に付与された年金と邸宅の使用権は維持され続け、これは王族以外の女性としては異例の扱いである。つまり、制度が想定していなかった前王妃という地位が、事実上の準王族として制度外に包摂されたのが、最終段階まで存続していたのである。彼女の死はエリザベス一世の即位からまだ日が浅い時期に起きたが、女王は丁重な葬儀を指示し、アンをウェストミンスター寺院の中に埋葬させた。これは実際には王妃でなくなった女性に対しては極めて稀な措置であり、制度的慣習を超えた記憶の操作とも言える。女王はこの決定を通じて、アンの忠誠と沈黙を王室の一部として正式に肯定し、同時に自らの治世における王室の安定と寛容を印象づけようとした節もある。外交的には、アンの死はクレーブズ家との関係修復の契機ともなり得たが、実際には目立った動きはなかった。というのも、クレーブズ公国自体がこの頃にはドイツ国内での影響力を大きく失っており、宗教対立の渦中で地政学的な重要性を失っていたからである。そのため、アンの死は国際政治的には静かな終焉として扱われ、外交的願意を持たない私的な死として片付けられた。世論の反応には、
限定的ながらも一定の感慨が見られる。ロンドンの市民の間ではかつての王妃が穏やかに過ごし、穏やかに生ったことへの共感が広がり、簡素ながらも誠実な弔意が捧げられた。宮廷では彼女の死に際して大規模な葬儀は行われなかったものの、王室メンバーの参列が確認されており、記録には敬意をもって贈られた静筆なる別れと記されている。関係者の証言によれば、晩年のアンは王室の若手貴族たちにとって教訓的存在とされていた。政治に深入りせず、宗教にも過激な立場を取らず、王の信頼を失った後も忠誠を保ち続けた彼女の姿は、特にエリザベス一世の治世において秩序ある女性像として語られるようになった。また彼女の慎み深い態度や節度ある生活は、後に王妃の品格とは何かを議論する際の一つの規範としても参照された。近年の研究では、アンの死が忘れられた死ではなく、記憶に管理された死であったことが再評価されている。歴史家たちは、彼女が制度の終焉に位置づけられながらも王政の安定を象徴する役割を果たしていたことに注目し、その存在が単なる被害者や失敗した王妃ではなく、制度の空白を埋める人格的資本であったとする見方を提示している。こうしてアン・オブ・クレーブズは死に際しても騒がれることなく、しかし静かに王政の記憶に刻まれていった。その終焉は、制度と個人、王権と沈黙の微妙な均衡の中で生きた一人の女性の極めて政治的な最後でもあった。第7章、アン・オブ・クレーブズという存在が示す王妃の可能性。アン・オブ・クレーブズの人生は、イングランド王妃としてのわずか半年に焦点が当てられがちである。しかし、彼女が示したのは、王妃であることの意味が権勢や寵愛に限られるものではなく、むしろ政治的均衡の中でいかに無害な存在として王権に貢献するかという、制度外のもう一つの王妃像だった。16世紀という政治的、宗教的激動の時代において、アンの存在は、静けさの中に構造的意義をはらんでいた。歴史的に見れば、彼女はイングランド王妃の中で唯一、離婚後も国外へ戻されず、王家と穏やかな関係を保った女性であった。制度的観点から言えば、王妃としての機能を失った女性がなおも王政に組み込まれ続けたことは、制度が柔軟であった証左であり、また制度が形式よりも実利を重視して動いていたことを示唆する。この柔軟性の中で、アンは正式な王妃ではないまま、王室の信頼と象徴性を維持したのである。外交の面から見ても、彼女の存在はクレーブズ公国とイングランドとの同盟の証として、婚姻破綻後も一定の象徴的外交資産となっていた。王が彼女を冷遇しなかったことは、他国に対してイングランドは婚姻同盟を使い捨てにはしないという姿勢を示すシグナルであり、対カトリック世界との微妙なパワーバランスの中で、アンの存在は実利をもたらす間接的な道具であり続けた。宮廷社会において、アンは信頼される無色透明な存在となった。どの宗派にも過激に傾かず、派閥争いにも組みせず、何よりも国王や後継者たちへの忠誠を崩さなかった彼女の姿勢は、政治的な不確実性が常態化する時代にあっては、逆説的に安心感という希少な価値を提供した。同時代の証言の中には、彼女を沈黙の中に尊厳を保つ婦人と評するものもあり、これは王妃としての理想像の一つが雄弁ではなく抑制にあることを示している。王権の側から見れば、アンのような存在はまさに仕える沈黙であった。彼女は王権の変化に逆らわず、しかし王室の記憶に定着し、制度の外から王権の安定性を補強した。王妃としては異例の役割だが、そこにこそ制度が捉えきれなかった柔軟性があり、また王室が都合よく想起する存在としてアンを利用し得た構造がある。これは王権が絶対ではなく象徴の管理を必要としたことを物語っている。現代の評価ではアン・オブ・クレーブズは再び脚光を浴びている。歴史学では彼女の沈黙が抑圧された証拠ではなく、選択された戦略として読み直され、フェミニズム史学においては制度的弱者でありながら制度を逆用した稀有な例として位置づけられている。王妃という地位を奪われながら、なお王権の容認された終焉として存在し続けた彼女の生き様は、誰が王妃たり得るのかという問いを根底から揺るがす。そして何より、
アンは敗者ではなかった。彼女は寵愛を失っても宮廷を離れず、信仰を口にせずとも揺るがず、名誉を保ち続けた。歴史が彼女を忘れかけた時、制度そのものが彼女を必要としていた。それがアン・オブ・クレーブズという存在の静かなる勝利であった。今回の動画は以上となります。アン・オブ・クレーブズの生涯は16世紀ヨーロッパの王妃像における一つの例外でありながら、制度の終焉から王権の安定に寄与した存在として歴史的構図の中に位置づけられます。わずか半年の王妃期間にもかかわらず、離婚後も王室と良好な関係を保ち、制度外の名誉と信頼を得たその姿は、王妃の役割が必ずしも権力や血統に依存しないことを示唆しています。アンの沈黙と適応は、個人の弱さではなく制度と時代の間隙に立つ戦略的沈黙であり、現代の私たちに対しても、制度の限界と柔軟性についての問いを投げかけています。最後までご視聴いただきありがとうございます。本シリーズの継続とさらなる歴史分析の進化のため、チャンネル登録及び高評価をいただければ光栄です。それではまた次の話でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ご視聴あり